ヨッシーとかみちゃん、いつもありがとうございます。今日はできれば 100% 当てたい球、ないじゃないですか。100%、または90% でもいいですよ。そこまで高確率で当てたいけど、なかなか当たらないじゃないですか。で、おそらく今僕が普段お二人を見てて成功率が 70% ぐらいなんじゃないか、65% から 70% ぐらいなんじゃないかと思ってる球があるんですよ。それを今日中に 90% か 100% にしようと。なるほど。そういう企画を、ね、思いついたんでありがとうございます。やってみようと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあお二人にこの切り返しですね。手玉が白。黄色の左に当てて1、2、3です。これどうやって考えるべきなのか、または今どう考えてこれをつきますかっていうのをちょっと質問しようかなと思うんですけど、じゃあ神戸ちゃんどうですか。これ来た時に、どうしようかな、切り返しだな、いくじゃないですか。その次、僕は厚みが大体半分よりはちょっと薄いかなぐらいのレベルで、そうですね、ちょっと気持ちひねろうかなぐらいのレベルで弱めにつきます。じゃあよし、すいません。そうですね、僕も似てる、似てるんですけど、ほぼひねらない。ほぼひねらない。そうですね。少しだけ右入れておきたい。少しだけ右入れておきたい。そうですね。じゃあ神戸ちゃんから。出た。だから 65% と思ってるから、ね、3回に2回は当たる。そうですね。と思うんですよ。なるほど。じゃあその神戸ちゃんのプランでいってみましょうかね。半分よりちょっと薄くて、少し右ひねる。ちょっと右ですね。ちょっと右。もう半タップぐらいで。半タップ。微妙。いいですね。確かになんかいい走りだったし、きっと正解なのかな。なんかいい感じ、いい感じ。なんか副業も出せない。いやそんなことないです。じゃあよしも似たプランでしたよね。そうですね。少しだけひねってみたいな。よかった、外れてくれて。これはね、どっちかが外してくれないと始まらないなと思ってたんですよ。今ね、わざとよし外してくれたんですけど、どうやって考えるべきなのか、まだちょっとやっぱり難しく考えてます。そうなんだ。半分よりはちょっと薄くて、少しは右ひねろうかなだったじゃないですか。で、ヨッシーは半分よりちょっと薄すぎちゃって外れたじゃないですか。で、そのね、半分よりちょっと薄くが落とし穴なんですよ。半分か、それより厚くって始まった方がよかった。そうなんだ。この景色を見て、半分かそれより厚く、上つきますよね。でお二人とも共通して強くはつかないと、手玉って必ず少し全身回転でこうなりますよ。厚いから。そうするとどうせこうなるよねと、こうじゃなくて、上ついて厚めなのでこうなるでしょと。ということはほとんどひねらないか少しは右つこうかななんですね。だから半分よりちょっと薄くが危ないです。そのせいで 65% になってる。なるほど。それだけです。これは結構厚くてって始まれば成功率は高いんです。じゃあちょっとそう思いながらついてください。もうそれから亀ちゃんも意外と厚くていいんだよね、少しは右つくかもぐらいで終わらせちゃう。どうですか、このなんか僕はこれ安定感があるように思う。っていうか
超簡単じゃん。超簡単試合前に良かったですね。あれマジか。それヨッシーもね、あんまり、その薄いっていうのを外して、はい。これは意外と厚いって考えていく。そうですね。どうですか？今のなんかは半分ぐらいですよ。もっと厚くてもいいと思うんですよね。はいだからお二人の考えの落とし穴は危なかったところは半分より少し薄いが危なかった。で、そのなぜ半分より少し薄くがいいようにお二人が考えたのかっていうと、こうじゃなくてこうなった方がいいだろうと思ったから薄くなんだという話だったんだと思うんですけど、こうする方法は厚くて植え付いてもありますよねっていうこと、ってことですね。でこの考え方のメリットは、これがこう遠い時に、じゃあその半分ちょっと薄くとかやらしくないですか、でも半分かそれより厚い分にはいいですよ、だったら成功率はそんなに変わらないんですよ。なので今の配置でしたら半分より厚くだ、一番薄くて半分だぐらいに思っていただくと外れないんですよ。でこれはじゃあその少しひねればまたはひねらないぐらいで良かったじゃないですか。で今度こうなります。こうなります。ではこれもやっぱり成功率は上げたいし、できれば外したくない。これの考え方はどうですか、神戸ちゃん。まあ先ほどの話を考えると、まあやっぱ右はひねりたいと。なんですけど、まあ厚みとしては、まあ半分よりもやっぱ厚めでいいんじゃないかなで、まあ強くなくていいかな。同じようにほとんど一緒で、ひねりの量が違うっていうことかなと思って。どうぞ。ああ、ひねりすぎそうなんだ。はい、じゃあちょっと今ね見ちゃったからヨッシーは間違えたことが言えなくなっちゃったんだけどね、どう考えましょうかね。そうですね。とりあえず第一クッション入れやすそうなところでイメージしたときに、この辺りに入るとして入りそうなので、厚みは割と厚めで、ひねりは普通に入れていく。じゃあそんなに多くないってことですか。普通のひねりでいいんじゃないかと。どうぞ。ね、途端にお二人とも成功率が下がっちゃう。これは一番最初に紹介した配置と何が違うって、そのこうかですよね。最初こうでした。どう見てもあんまりひねらなくていい。今度今のやつってちょっとこうなってるから、ひねらないわけにはいかないじゃないですか。問題はどれぐらいひねればいいのかの読みが結構難しくなってる。その原因は厚いからです。ってことなんですね。ここを間違いやすいんです。これ最初のやつは厚い分にはいいですよだったじゃないですか。でこれも同じように考えちゃったら結局こうなるわけですよね。カーブしやすい。でそれを考えるとひねりを減らさなきゃいけないと思ったのがよし。神戸ちゃんはあんまりそのカーブを考えずに、こっちに入るだろうと思ってるから、ひねりを増やしたら、こっちに外れちゃう。なのでこれは厚くても半分だな。だからそんなにその厚いっていう感覚はそのカーブがマイナスに働いちゃうんです。外れる原因になっちゃう。
曲がるしひねるしは難しいんですよ。はい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 。なるほど。だから曲がらないにした方がいい。うん曲げるっていう条件は上ついて暑い時に起きるわけですから、半分かそれよりちょっと薄いぐらい、まあ半分ぐらいだったらそんなに曲がらないんですよ。そうすると入るワンクッション目がちょっと読みやすい、直線的に走るから。なのでこれは半分かそれよりちょっと薄く考えるとこうなりそうに見えます。はいはい。ね、これだとまあその肩ぐらいとか、まあ、普通のひねりでいいのかなって見えるんで、今2人がついた感じよりもちょっと薄めに、試しにこの距離なんで2分の1がまあ狙える距離だと思うんで、半分に当てようから言ってみてください。それかそれより薄く、半分より厚いのはやめてねと思って。いやー、だけど眺めてみるとこれ薄くいっちゃうんだっていうのがちょっと、まあ、ひねりはするんですけど、薄くって言っても半分ですから、言っても薄くはないんですよ。はい、だからさっきの神戸ちゃんのひねりでいいのかもしれないんですよ。ってことです。はいはいはい。カーブしないから。ああ、そういうことか。そうです。こっからひねりを勉強すればいいんです。なるほ曲がらないじゃないですか。はいはいはい、ワンクッション目まで。はいはい。あら、その曲がる前提でセットアップしてしまうと、外れた時の原因が読みにくい。ですよね。あ、でも今の外し方と僕が最初に外した意味が全く違います。そうですよね。そうですよね。これは曲がったら嫌だなと思って構えた方がいいです。じゃあそれをもう踏まえると、さすがにもうよしもう当てるしかない。やっぱりひねりが少ないですよね。今そんなに厚くはいってないからカーブはしてないんですよ。でもほんの少しひねりが足りなくて、でもこれもカーブを意図してない、カーブしないようについてますから、外せば外すだけ経験はやっぱりついてるからこっちの振りになった、さっきはこうでこれがこうなってきたら真逆の考え方になります。あんまり厚いのは嫌だな、で半分かそれより薄く当てたいな。そうするとカーブしないからちゃんとひねっていいんじゃないか。当ててもらおうかな。なんとなくイメージできました。強くつく必要はないもんな、絶対。ああ、惜しい。はい、じゃあ神戸ちゃんね。僕もやるんですか。やっぱりさ、だって僕もやるんですか。やべえな、そろそろこの展開やばいんいだよな。やいや、そろそろ火が熟してると思うんですよ。よし、俺の生き様。そんなに大げさな球でもないと思うんですよ、これは。ひねりましたね。これね、多分なんですけど、熱かった今までこういう風に入れてからひねるって考えちゃってたかもしれない。だからひねりの量がピンときてないんです。はい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 、そうですね。そうですね。ワンクッション目にこうやって入って、あーどれぐらいひねろうかになっちゃってると、これはさ、もう上ついたらこういう風に走らないじゃないですか。走んないですね。上をついたらやっぱりこうなるんですよ。はい。これがそのあー、そこそこ自分のボールの自然な動きなんですよね、行き先。だからこれを出発点に考えます。ああ、そうですね。そうすれば、そうするとやっぱり少しでいいのかな、っていうことですね。っていう気はしますよね。そうですね。はい。だからじゃあよし。じゃあよし。ああ、確かに確かに。ああ、なるほど。そうですね。その自分のボールがワンクッション目にどの辺に入りやすいのかっていう考え方をすると、これはまあ少しで、いいんじゃないこれ。おお、やった。相当そーっとつきましたね。でね、今この配置で
ワンクッション目にこう入りますからって言ったのは、手玉と黄色とワンクッション目の角度がからしてそうなりやすいんであって、当然これがこうなってくればこうなってくるんですよね。同じように分離していけばこうなってくる。だからこうなったらこれは結構ひねらないとダメで、やっぱりワンクッション目にどう入るのかをよく読んで、これパッと見て、あ、なんとなく普通にひねるやつだだけでは実は当たらなかったりしちゃうんですよ。じゃなくて半分かそれよりちょっと薄いからカーブはしません。なのでおそらくワンクッション目はこうよりはこうだって考えて、じゃあひねろうかな、ひねるのやめようかな、ひねる時にもどれぐらいなのかな、これがこうなってればどれぐらいひねろうかな、まあ同じ球ですよね。例えばこれがこうなってる、これってコーナーに入っても普通こうなっちゃうじゃないですか。だからこれ左ついていけばいいんですよね。同じ球なんですよ。ここまでは一緒ですから、こうなってひねらないとちょっとこっち来すぎますよね、こうやって。なのでここは変えないで少し左つけばこれだって当たっちゃう。同じ考え方。だからここにあってもここにあってもここにあってもこれは変わらないんですよ。どこつこうかなだけで、ね、これが当たったら終わります。はい、感謝。俺なの俺か。だからまあひねらないわけにはいかないっていうか、真ん中の上じゃまずいな、で多分左つくんだろうな、問題はどれぐらい左なのかな、少しなのか、まあまあなのかの2択ですよ。そうですね、今ので左が多いかで終わりですよね。そんなに厚く当てたわけでもないですし、じゃあしょうがない、ヨッシーが出てね、よし、早く終わらせてくれ。早く終わらせてくれ。俺を楽にしてくれ。今日は帰れないかもしれない。自然な厚み、あんまり厚すぎず。いやー、最高だね。素晴らしい。さすが。素晴らしいです。まあ、こういうわけで、切り返し、小さな切り返しで、そんなにこう先球も近いですし、ね、なるべくならプランさえ正しければ当てやすいはずの配置は、この違いに気が付くことがすごく大事です。この違い。こっちにあっていかにもひねれなさそうなやつ、あんまりひねらないんだろうなってやつは薄くいかないでください。でもこうなってて、いやいくらかはひねるんだろうなってやつは、厚いと押しのカーブが出てしまって難しくなってしまうんで、これは厚すぎは禁止、厳禁です。もし何かの事情で厚くいきたいんなら、もう曲げたくないから強くつくみたいな方がまだ良くて、曲がるしひねりを読むのは一番実は難しくて、それをやっちゃってると外しがちなんですよね。だからこの配置はこれは似てるんですけど、考え方は真逆と言ってもいい。出発点の厚みに対する考え方が大きく違う。じゃあもうこの配置の時点で今の話を聞くと、強くつくっていう選択肢は絶対ダメだみたいなイメージなんですね。必要がないから。ってことですね。まあ距離的なもの。そうです。やっぱり強くつけばつくだけちょっと難しくなっていく気はしますよね。早く振って正確な同点をっていうのはハードルを上げちゃう感じがするんで、それよりは転がしていく感じの方がいいかな。わかりました。これをなんかこう分けて考えるっていうことですね。そうですね。違う球だと思った方がいいまである。
ここは結構難しくて、はいはいはい、難しいですね。似てるけど大違い、はい、大違いですね。そうなんですよ、考え方だ。そうなんです。ここは結構ね大事なところなんで気をつけていただいて、絶対ひねるんだろうなって見えてるやつは押しのカーブが出たら嫌だな、ひねりの量が分かんなくなっちゃうから、でひねらなくていいんだろうな、あんまり、っていうやつは薄いと薄すぎただけでなしが決定してしまうから、薄いのは嫌だなと思っていただいたらいいかな。わかりました。はい、まあそういう感じでやってみてください。すみません。はい、ありがとうございました。はい、いや今日は2人ともありがとうございました。ありがとうございました。スリクションのほとんどはちょっとぐらい違っても大体やることは一緒っていうのが多い。似てるから一緒でしょぐらいで終わらせちゃってもいいですよっていう配置もたくさんあるんですけど、もうこの切り返しは典型的にちょっと違ったら大違いっていうやつで、自分の中でこう整理をつけて、こうこうこうだからこれは厚くなんだとか決めていくと成功率がアップしていくんで、まあ1週間後には2人とも 90% 当たってるんだろうなと思いますが、どうですか、よしやってみて。とりあえず、ひねらないでどのぐらいかなって思ってやってた部分はあるんですけど、あんまりやっぱりカーブとかのことを考えずにやってたんで、厚みのことが全くなんとなく入れやすいように、進みやすいようにする当て方をっていうところから選択してたんで、大筋はね間違ってないと思うんですよ。大筋は多分合ってると思うんですけどね。神戸ちゃんどうですか？僕はなんかまず切り返しを脳でつくっていう概念があんまりないかったんで、ひねりありきで。そうですそうですそうです。まあ当然配置によってはそういう配置もあるんでしょうけど、今回のケースに関してもあれこれはでも若干ひねるだろうなっていう発想からもう来ちゃってたので、まあ確かに押しのカーブで持っていけば別にひねらなくてもいいよねっていうのは勉強になりました。そうですね。かけていく厚みによっては、要するに厚くて上をつけば必ず押すんですね、玉って。それが自然な動きなので、それを意図的に操作しない方がいいわけですよ。厚くて上ついてるのに押さないっていうのはちょっと矛盾があるじゃないですか。だからこれは押した方がカーブが出てくれて楽だみたいな考え方をしていく。カーブを上手に使うとか、カーブされたら困るんだったら厚いのは良くないですよねっていうふうに考えると比較的成功率が上がると思う。そのボールの自然な動き、厚いからこうなる、薄いからこうなるっていうのを決めてから考える、セットする。そうすると外れても原因も分かりやすいので、その方向で切り返しをトライしていただけたらいいなと思います。またお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。